俺は勝てないなと思うことが一つでもある人を入れた方がいいかなとは思いますね。森社長はアップル引っ越しセンターさんを立ち上げられてからいろんな仲間と一緒に会社を成長させてきたと思うんですけど、優秀で信頼できるナンバー2の探し方はありますか？やっぱ信頼できる人ですよね。加えて言うならやっぱ勉強家な人ですかね。僕の遠隔をたどると、僕はもともと一人で起業したんで、創業メンバーっていなくて、なんとなく昔の友達にちょっと手伝ってもらって、2、3人でやってた時とか、これが実質一人目のナンバー2みたいな感じなのかな。半年後ぐらいに入ってきた、本当に求人で入ってきた人が、なかなか仕事できる人で、僕が直接、ね、上司なんで、いろいろあれこれやって、結構仕切れたんで、事実上ナンバー2みたいな感じでしたかね。でもなんかこれは選んだというよりかは、もうなんか実力上そうなっちゃった感じで、成り行きナンバー2みたいな。でやってたんですけど、直接僕がマネジメント、リアルの近いマネジメントしてる時は全く問題なかった。でも、営業所開設だって、その当時のそのナンバー2を営業所開設だから飛ばしたわけですね。そしたら、ある意味自分の自由なんで、全く管理されないと。した瞬間にも全然仕事しなくなっちゃったんですよね。更迭しましたと。今度は、また昔の知り合いで、転職してきてくれた友達がいて、その人がもう実質ナンバー2みたいな感じになってったわけですけど、これもですね、実力があったから実質そうなって、でやる気もあったから任せてきましたけど、なんだろやっぱかまってちゃんタイプで、すごい重宝すると頑張ってくれるんだけど、ちょっとほっとくとひねくれちゃうとか、そのうちなんかやっぱ仕事も結論続かないやつだったんですかね。頑張ることを継続できないというか、やめまして、で3人目ぐらいですかね、こいつナンバー2でもいいかなと、実質そのポジションみたいな感じの人がいて、ここもあんま続かなかったですかね。その次は他社の引っ越し会社が潰れるという話を聞いて、うちの従業員が元そこの従業員だったんで、いろいろ話しに行って、その潰れる会社で店長してた人をスカウトしてですね、でそしたらその潰れた会社のその支店の従業員もごっそりと移動してきてくれて、実質その人がその支店の支店長だったんで、支店を1個任して、そこで結果を出してくれたので、事実上またこの人もナンバー2みたいになっていった。しっかりと役も与えてってやったんですけど、これまたですね、会社のフェーズが変わるときに、やっぱ求められる能力って変わるんですよね。最初はものすごくやっぱ活躍してくれて貢献してくれたんですけど、途中から中小企業あるあるかもしれないですけど、管理職とかなんか役員とかになるとですね、自分はやっぱ動かなくなっちゃうんですよね。大会社だったらいいかもしれないですけど、中小企業で役員になったからあんま実動しないって、あれこれ指示出すだけって結構終わってるなと思って。で、やっぱりちょっとダメになって、最後辞めましたと。でその後は結構僕もですね、明確にナンバー2っていうのをあんまりやらなくてですね、実際役割分担だから、リスクヘッジも正直考えて、あまり任せすぎると、なんかあった時にやっぱりちょっと怖いなと思って、役割分担、チームみたいな感じでやったりとかしてたんですよね。でもやっぱなんとなく僕は明確にそう言っていなくても、会社の中で実質この人ナンバー2だよねみたいなのができちゃうと思うんですけど、だから言いたいことは、僕は経験上ナンバー2がずっと一緒ってことがなかったので、結論今役員も執行役員含めて僕入れて6人になりましたし、副社長も作りましたけど、あくまでやっぱ役割分担であると。会社のフェーズによって、明確にやっぱナンバー2とかいた方がいいこともあれば、チームで経営していく。やっぱ会社が大きくなることを見据えたら経営もチームなんでやっていかなきゃいけないと思いますし、僕があんまり偉そうなこと言えた気じゃないですけど、結論その経験を踏まえてきて、僕が今思うのは、冒頭に言った信頼できる人であるということと、勉強家であると。いわゆる中小企業特に環境も変わりますし、拡大していれば、やっぱり従業員の数とか会社の規模って変わってくるんで、求められる能力って上であればあるほど変わってくるわけですよ。その変化に対応するには、やっぱり勉強しないといけないんですよね。だから勉強をしたいことになっちゃうと、止まっちゃうんで、例えばこのぐらいの規模だと幹部としてすごい優秀だったけど、このぐらいの規模になった時は能力変わってないんでこの辺みたいになっちゃって乖離が生まれちゃうんですよ。社長とナンバー2の距離とナンバー2と現場の距離って現場の方が近くなっちゃったら、これ適切じゃないんですよね。何かしらやっぱハレーションを持っちゃうんですよ。会社がこう伸びていくんであれば、社長の器も一緒なんで、学んだこともこう伸びていかなきゃいけないんで、当然ナンバー2とか役員も伸びていかなきゃいけないんですよ。じゃなくて増えないんで、伸びていくっていう概念を考えた時には、やっぱ勉強できる人ですよね。それこそその機能で求めるとか、外から取ってくるとかっていうのも、うまくいく業種とか、うまくいく組織とうまくいかない業種組織ってあると思っていて、現場職が強ければ強いほどなかなか外から持ってきていきなり幹部にボーンと据えるって難しいと思うんですよ。能力がその瞬間あるかないかよりも長期的なことを考えると、やっぱ信頼力の方が勝ると。自分が最も信頼できる人、そしてちゃんと勉強家であることっていうことを基準に選んだ方が僕はいいんじゃないかなと思います。ナンバーワンに求められるスキルと、ナンバー2、3に求められるスキルが違うんだよという人なんですけど、本社長から見て違いってなんか明確にあると思いますか？
全然違いますよね。様々なパターンがあることを前提ですが、創業者、ベンチャーの社長とかって、プレイヤーとしてはすごい優秀で、アイデアマンであることが多いですよね。だから想像力豊か。だから起業してるっていうこともあるかもしれない。言い方悪く言うと結構ぶっ飛んでるんですよ。でもナンバー2もナンバー3もぶっ飛んでたら結構その会社大変ですよね。逆のタイプがいいと僕は思ってますね。だから僕もどちらかというと、細かく見るところもありますけど、どちらかといえばアイデアマンで想像力豊か、デザイン思考的なものが強いタイプなので、今の副社長とかは論理的思考が強くて、どっちかっていうとアイデアはパンパン出るっていうわけじゃないんですけど、ロジカルで基本努力家でちゃんと勉強する優等生タイプみたいな。社長が逆のタイプも若干あることもあるんですよ。基本は社長はやっぱり想像力が豊かな人が多いんですけど、理系の人でめちゃめちゃ技術とか、地頭がいい人とかってくると、デザイン思考的な能力とか、定性的とかバッファに弱かったりするんですよね。人をまとめるのは結構下手くそだったりするんですよ。そうするとやっぱナンバー2が逆にちょっと社交的で人をやっぱまとめる能力が長けてるとかの方がいい場合もありますし、2人ともバランス型だっていうことも多分あると思うんですね。僕が思うになんかあんまりよろしくないんじゃないかなって思う社長とナンバー2のタイプってなると、やっぱ社長のイエスマンで、イエスマンの中身で言うと、社長が仕事しなくてもそのナンバー2が全部できると。でも社長の言うことは全部聞くと。このパターンだと一定はいいかもしれないですけど、社長も仕事しなくても回っちゃうからちょっとと思いますし、イエスマンで言われたことをやって回せることは回せるけどっていうと、そういうタイプってやっぱり抜本的に何かを変えるとか想像力を働かすとかって難しい場合があるので、気づいたら結構衰退しかけてるとかありえるんじゃないかなとは思いますけどね。だから一つ僕が思ってるのは、自分この能力はとかこの分野はこのスキルはこいつの方が優れてるんだと、俺は勝てないなと思うことが一つでもある人を入れた方がいいかなとは思いますね。信頼とか勉強家だとかっていうことももちろんながら、団体スポーツで勝つためにはで、全員社長と同じタイプばっかりだったらやっぱりそれだけでは勝てないから、ちょっと違うタイプ、この人はここがすごい、この人はここが引いてくるみたいな人たちがナンバー2なりチームにチームとして加わるといいんじゃないかな、そんな感じです。本質の意味で、例えばじゃあナンバー2ですって時に、俺これのプロジェクト A で行きたいんだって時に、いや僕 AB だと思うんですよとでまず言ってくれる土壌があるかどうか。何でもイエスイエスじゃなくて、たまにはじゃあ AB って言われて、確かに AB、分かるんだけど、でも俺これで A で行きたいんだよどうしてもと議論するとするじゃないですか。こっちも譲れなくて A だと通したとって言った時に、最後 A に決まったんだから自分は AB だと思ったっていう思いを捨てて、会社の決定は A だから A をやって全力で成功することに力を注げる人がやっぱ幹部だと思うんですよ。意見は言うけれども最終的に決定事項に関しては全力で推し進める。こういうのを本当にできるかどうかみたいなやってくれる人が絶対だと思いますね。その下に部下とか、実際にその戦略戦術を実行する人たちがいるっていうのを考えると、ナンバーワンとナンバーツーで言ってることは全然違うぞっていうのが多分現場は混乱すると思いますし、大丈夫かって心配にもなるので、一旦決まったものはしっかりと実行に向けて進めていける人ですね。社会もそうですけど、やっぱ会社も大きくなったりとか上に来れば来るほど不条理とか矛盾ってやっぱ出るんですよ。いろんな判断基準ができてくるので、芯はぶれないんですけど、最後自分が納得いかなかったとしても全部飲み込める、まとめる。だから信頼ができますと、勉強家であることと、社長が持ってないものを何か持ってる、入れてるものでも持ってないものでも持っている。そして意見は言うけれども最後は決定をちゃんと飲み込んでくれる人だと、こういう基準かなとは思います。このチャンネルでは現場の様子や会社のイベント、そしてビジネスに役立ちそうな知識など様々な動画を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。そして最後にこの動画にもいいねを押していただけると大変嬉しいです。ありがとうございました。